じゃあ行くか。ハローワールド漫画先輩来たよ。いやー、さあ今日は何をやるかというと、タイミング、ING をつければなんとかなると思うなよっていうバテンの話の続きをやろう。バテンとは場面転換ですよね。場面転換とは何かというと、ジャパニーズ漫画の場合、プレイス&タイムを5ページぐらいずつでチェンジングして書いていくことが結構多い。その場面が切り替わったチェンジングシーンをバテンと言うよ。チェンジシーンですねさあ、じゃあそこで何をやるかというと、この前お伝えしたのはプレイス、背景入れて Where is place をお伝えしてあげるといいよねって言った。あとはね、空を入れてスカイを入れてタイムも示していくといいよねという話をした。しかしタイムの話もうちょっとしていこうかなって思っております。で、これチェンジングシーンがですね、大きければ大きいほど前のシーン、クラスルーム、ネクストシーン、廊下、ワールド気が詰まった6回ぐらい出るかなと。コリドー絶対出なかった。何コリドー、何これ、英語って難しいね。ネクストシーンコリドーってなった時に、学校の廊下っていう時、これはノースカイ OK。 なぜかというと、そんなにプレイスもタイムもリトルチェンジングなので、これだったら全然大丈夫。でももしこれがビフォーシーンイズクラスルーム、ネクストシーン体育館アリーナ違うと言いたいのか。違いますね体育館はですね、こう書きます。体育とはですね、スポーツをするクラス、それをやる館でございます。クラスルームから体育館、これぐらいの移動もあるんだったら、やっぱりもうちょっと空も入れてあげて、体育館に来たのねっていう必要になってくるかもしれない。さらに言うと、ここからもっと距離が大きかったら1コマだけじゃ足りなくて、何個も重ねてもいいかもしれない。例えば This is 東京、This is 大阪とかにするんだったら、もうちょっとそれを示すために大阪の街並みをこう書いて、大阪にある家をこう書いてあげてみたいな、そうやって何コマか重ねてあげるっていうのが必要かもしれない。さあ、それで何コマか重ねるのってなんやねんって僕もずっと思ってたのね。で、どんぐらいが1個目安なんだろうっていうのがあると思うんです。それをまずお伝えしておくと、 What time どれぐらい時間が経ったかって何時って何時How long time よし、This is morning。 そうするとみんな Good morning Good morning ハローハロー Good morning で、クラスメイトカミングクラスルームで、ネクストシーンアフタースクールってなった時に1コマでスクールね。で、ここでスカイ書いて、もうみんな Go home でバイバイバイまたねみたいな、 See you next time みたいなこと言って終わってるとすると、 This is 早すぎる、ファーストだと思う。これで Good morning Good morning バイバイ言ってたら、早っ、フィーリングファーストすぎると思うんじゃないかな。これだとね、もうちょっと間を挟んでほしい。ポインティングは半日、ハーフデイ、6時間ぐらい経ってんだったら、もう1コマだとちょっと厳しいかも。これだったらグッモーニンググッモーニングでしょ。で、やっぱり1コマぐらいさらに足したい。例えばこう受けてる、インクラスでポケーと外を見てるとか、こういうシーンを入れてあげて、そっからバイバイだったらベリーナチュラル、時間が半日ぐらい経ってるんだったら何コマか挟んであげる。で、時間を、タイムの経過を、ファストタイミングを伝える。で、もう一個注意点があって、これは僕がエディターからめちゃくちゃ注意されたことなんだけど、今度はここがアフタースクールってなった時に、じゃあ次ここでネクストデイモーニング、通学路、学校に行く道を書いて、でこれ朝、モーニング、チュンチュン、バードボイス、ライティングすると朝だ。でこれこうやって書くと、多分リーダーはネクストデイってフィーリングすると思うのね。でもこれが作者の中で、これ実は3日後なんですよ。3 days after の場合、これそれだとこれ全然通じないんだよね。で、こういう時に時間が経ったんだよっていうことを伝えるのってすごい大変で、ジャパニーズでこれまでよく見られたのは、ここに3 days と書いてしまう。
なんだけど、これ最近あんまりジャパニーズ漫画で見ないんですよ。こんなことって知ってるか、ワールドカルチャーのみんな。ちょっと多分オールドスタイルだから困るちなみにもっと言うと、さらにロングタイムアゴーは、例えばこの3日後とかを表現するときに、日めくりカレンダー、パラーみたいな、パラーみたいな、3日経ったな、3日後フィーリング、でもオールドオールドだし、これもオールドなんだよな。そうするとこれどうするみたいな。でもそれを伝えないまま進めちゃうと、読者が混乱する、パニックになるので、やっぱり伝えなくちゃいけない。そうなった時にやっぱり今 Now 手法 How to としては、次はじゃあ今度クラスルーム書いてあげて、でもうみんなが話してて、その会話の中でコミュニケーションボイスの中でなんか3日ぐらい経ったんだろうなと感じ取れるコミュニケーションを書いてあげる。それでちゃんとそのタイムを示してあげるっていうのが大事。例えばどんな会話になるんですか？例えばねえ、日曜日のあの番組見たとか言ってれば、しかも日曜日にやってそうなタイトルの番組名とかを出してあげて、フライデーカウントダウン50見たみたいなこと言ってあげれば、もう次の日が土曜、next day Saturday is week。そうすると、さっきまで週明けだったのに、マンデーだったのに、その話をしてるってことは、ちょっと時間経ってんじゃないかと伝わる。具体やってきたホームワーク You can do ホームワーク You finishing で、ティーチャーこれで3日連続小テストだよ No みたいなね、こと言ってれば、もう3日ぐらいは小テストやってる、つまりはその時から3日ぐらいは経ってんだなとか分かったりとか、そういうやつで、しかもあんまり物語から外れない内容にしといた方がいいよね。ストーリーからちょっと関連しつつ、そういうワードをやってくればベリーナチュラル、そんな感じねというわけで、タイムはとっても大事なので、それが伝わらないと何なのって読者が混乱しちゃう、パニックを防ぐためにやってきてたよ。さあ今日も長くなったねじゃあまとめ、バテンのページはプレイスとタイムがとっても大事で、タイムを出すときにハーフデイ、半日くらい経っちゃうんだったら何コマか重ねてあげる。しかもさらにもっと時間が経ったとき、3日後とかワンウィークアゴーって何ワンウィーク過ぎたファスティングした時とかは会話とかでそれを示してあげよう。あとはだから流行に敏感に、どうだ皆さんのカントリーは、Your countryはどんなのが流行ってる、そこら辺を感じ取っていけばいいんじゃないのか。全然普通に 3 days after とか書いてあるんだったら全然それを連れて問題ないと思うし、そこは自分のセンスでやってくれればいいよ。ジャパンでもまだこういう表現を取る人は全然いるしね。これは錯覚ってやつだ。数スピーツじゃあそんな感じです。もうね、メイクウィンドウとか言うかと思っちゃったじゃあ画面右下に登録ボタンがあるので、プリーズプッシュ。画面下にも登録ボタンがあるので、ぜひ待ってます。あとは Patreon に登録してもらえると、皆さんに漫画の作り方のもっと詳しいクラスルームがお届けできると思う。待ってます。お願いします。だねー。